こんにちは。発酵調味料教室の早川です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、このビタミン C のお話を、していこうかと思っていまして、前回ですね、解毒の話をちょっとしていったんですけれども、このオイルプリングがいいですよというお話で、オイルプリングのやり方とか、あとはそれ以外にいろんな毒からですね、毒から身を守るといったところで解毒の方法っていうのをお話ししてきました。でその時にですね、そのビタミン C を飲むといいですよみたいな話もしたんですけれども、実際ですね、じゃあそのビタミン C ってどういうふうに飲むのが一番効率がいいのかですね、飲み方っていうところを詳しく言っていなかったので、そこをちょっとですねお話ししていこうかなと思います。いろんなサプリもちろんあるんですけども、ビタミンサプリとかあるんですけれども、やっぱりそれぞれに合った飲み方っていうのがありますので、そのサプリによって、そのビタミンの種類とかですね、ビタミン以外もそうなんですけども、その、サプリに合った飲み方をすることによってより効率よく体に、その栄養素、目的の栄養素をですね吸収できると、効率よく吸収できるということがありますので、今回はそのビタミン C をですねどうやって飲んでいくといいのか、目的別っていうところもあるので、そういったお話をしていこうかなと、思います。でビタミン C ですね、私は今はたまたまこの、ゴールド C という、サプリを飲んでいるんですが、これが、240タブレット、タブレットじゃないカプセルですね、カプセル入っていて、1粒1000mg というものを飲んでいます。でそのビタミン C って結局何でもいいんですよね。何でもいいって言ったらおかしいんですけども、すごく高濃度で吸収率がすごくよくしてあるようなやつとか、あとはそのカプセルだったらカプセルの中身ですね、ちょっとこんな感じなんですけど、このカプセルの中にL アスコルビン酸ですね、 L アスコルビン、ビタミン C というのは L アスコルビン酸のことなんですけれども、これですね、こんな感じのカプセルに入っているものであれば、このカプセルのなんていうんですかね、成分ですね、これもやっぱり気にされる方は少しいいものを選んだりした方がいいとか、いろいろある、細かいことを言い出したらいろいろあるんですけれども、基本的にはどんなものでもビタミン C はビタミン C なので、そこまでめちゃくちゃこだわる必要はないということがまず一つあります。なので普通にですね、日本の薬局とかに売っているビタミン C サプリとかでも全然いいんですけども、ただ含有量がそれぞれ違いますので、一粒あたりに、どれぐらい入ってるかはですねやっぱり確認した方がいいですね。ちゃんとこうやって書いてありますので、これは一つのカプセルにつき 1000mg ですよっていうのが書いてあるので、その辺だけちょっと見ていただいて、あとはこのベジカプセルかどうかですよね。やっぱりこれアメリカの方とかはすごい気にされるんですけども、ここにベジカプセルって書いてあると思うんですが、このカプセルの成分があんまり良くない、石油系みたいなやつとかだったりするとちょっと肝臓に良くなかったりとかっていうのがあるので、要は石油系もそうですし、動物のゼラチンですねを使っていると、特にそのベジタリアンの方とかはそういうのを気にされたりするので、ベジカプセルですよみたいな、っていうのもあったりします。そこまで細かいことを気にする必要は大体の場合はないので、ビタミン C サプリメントというふうにして売られているものであれば、大体どのようなものでも同じと言ってもいいと思いますので、リプライセルとかそういうですねすごい吸収がよくしてあるやつとかはちょっと別なんですけども、大体普通のもので錠剤タブレットになっているものでもいいですし、こういった粉でカプセルに入っているものでもどちらでも、構わないと思います。でただですね、こういったこれちょっとアメリカとかから輸入してるやつなんですけども、アメリカの
サプリメントって非常にこれ粒がでかいんですよね。めちゃくちゃこれでかいのですごい飲みづらいってことがあるので、ちょっと喉にですね引っかかっちゃったりとかすることがあるので、なるべくですねこの飲んだ後に何か食べるようにすると、引っかかりも取れやすいのかなというふうに思います。ということで、何を選んでいただいてもいいんですけども、たまたま私はこういったものを今飲んでいるといったところですね。で、このビタミン C っていうのはですね、非常に吸収はいいんです。吸収はとてもされやすいものなんですけれども、ただし吸収されやすいんだけども排出もされやすいという特徴があります。なのでこれを一粒飲んだとしても、実は30分ぐらい経つともう尿から排出されちゃうんですよね。尿を出すことによってそこにビタミン C も一緒にこう流れていってしまいます。なので要はその排出する出る量よりもこう取っている量、摂取量の方が常に上回る状態にしておく必要があるということなんですね。どんどん出していってしまったら、どんどん尿を出すことによって、ビタミン C もどんどん流れていってしまうので、常にですねコンスタントに、摂取していかなければいけないというビタミンの一つなんです。なので、飲み方にちょっと工夫が必要になってくるというわけなんですよね。で、飲み方をこう工夫することによってこの血中のビタミン C 濃度を上げるということが重要になってきます。その血液の中にどれぐらいビタミン C が含まれている状態を、維持するかということですね。それが重要になってきます。でこう基本的なところなんですけれども、ビタミンっていうのは水溶性のものと脂溶性のものに分かれます。水溶性っていうのは水に溶けやすいものですね。で、脂溶性っていうのは油に溶けやすいものです。で、水溶性のビタミンの代表格がビタミン B だったりビタミン C ですね。ビタミン B とか C っていうのは水溶性なので水に溶けやすいです。で、反対に、油に溶けやすい脂溶性のビタミンっていうのは、いわゆるアデックというやつですね。ビタミン A、ビタミン D、ビタミン E、ビタミン K、この4つは、脂溶性であるということになっていますので、それぞれちょっとですね飲み方を工夫する必要があるんですが、今回の、このビタミン C に関しましては水溶性のビタミンですので、文字通りですね水に溶けますと。いうことなので水に溶けるので、吸収はされやすいわけなんですね。なんだけれどもやっぱり排出されやすい尿とかに出ていきやすいということがありますので、いかにこう吸収を、促してですね血中濃度を上げていくかということが重要になってきます。でですねこのビタミン C を、サプリで、取っていく、必要がある、もちろんですね大前提として食べ物からビタミン C を取るってことは大前提なんですけれども、それでは、どうしても足りないということがあるので、サプリを推奨するわけなんですけれども、例えばそのビタミン Cを吸収率がいい状態のサプリで、摂取した場合なんですけれども、摂取量ですね摂取する量によってその吸収率ってめちゃくちゃ変わってくるんですね。でちょっと吸収率ここに書き出してみたんですけれども、ですね、こんな感じで、吸収率がですね、こんな感じになっているんですよね。こんな感じですね。ですね、その取る量によって全然吸収率が違ってくるんですよ。でこれ見ていただくとですね、取る量が多ければ多いほどだんだん吸収率がこれ下がっていってるっていうのは分かりますかね。順番に見ていきますと、ビタミン C サプリを取った場合の吸収率がまずその 100mg 取った場合ですね、 100mg 取るとだいたい 80% ぐらい吸収できますよというところで、100mg の 80% なので 80mg 取れますということですね。でじゃあ続いてこれ一気に10倍になりますけども、 1000mg じゃあさっきのですね1錠分ですね、さっき、お見せしたサプリの1錠
飲んだら 1000mg なんですが、 1000mg 取った場合の吸収率どうなるかっていうと、これ10倍の量取ってるんですけど吸収率は 75% に下がっちゃうんですよね。で 1000mg の 75% なので 750ml 取れますよということになります。そしてですね、じゃあその 1000ml のサプリを2錠飲んで 2000ml 取ったらどうなるかっていうと、これ一気に吸収率が下がります。39% になっちゃうんですよね。なので、先ほどのカプセルをですね、2カプセル飲んだ時の、ビタミン C どれぐらい摂取できるかっていうと 780ml ということになります。で結構減っちゃうんですよね、この率的にはですね。もちろん少し増えるんですけれども、1錠飲んで 750ml 摂取できるのに2錠を一気に飲んでも 780ml しか摂取できないということになるわけです。そしてじゃあ4錠飲んだらどうなるのか、4カプセルですね。そうすると 4000mg 取ることになりますので、そうするとまたですね吸収率は下がってしまいます。なので、4粒ですね、4カプセルか4カプセル飲むと 28% の吸収率なので、1120ml の、摂取ができるということになります。なのでこの表を見ていただくと分かると思うんですけれども、一度にいっぱい摂取すればいいというものではないということなんですよね。でこれをこの4つ、100ml と 1000ml、2000ml、4000ml で比較してますけども、これを見るとじゃあ一番効率よく摂取できるの何ミリなんですかっていうと、これ 1000ml ですよね。なので、つまりですね 1000mg を1回に1回あたり 1000mg を取るのが一番効率がいいということになります。はい、ということなので、まずその一度に飲む量は、1000mg ですね。このサプリだったら、1回1カプセル飲むのが一番効率よくビタミン C を摂取できます。でですね、健康な、人間のですね、血中ビタミン C 濃度、大体血液の中に、常にビタミン C がある状態なんですけれども、大体健常者の、ビタミン C 濃度、血中のですねビタミン C 濃度っていうのは、ちょっとこちらに書いてみたんですが、大体ですね0.7mg これパーデシリットルですね。 0.7ml パーデシリットル、あると、約ですねということなんですけれども、ここにですね、通常このぐらいあるんだけれども、ここにじゃあサプリを飲みましたということになると、どうなるかっていうと、じゃあサプリで先ほどの、1000mg 1カプセル 1000mg のものを、1カプセル飲むと、この血中ビタミン C 濃度がですね一気に 1.4ml パーデシリットルということになるわけですね。なので2倍ですよね。2倍ぐらいに上がります。はい。こういった形でですね、1錠飲むとすぐに、血中ビタミン C 濃度上がるんですけれども、ただですね、やっぱりこの水溶性のサプリメント、ビタミンなので、これがですね、時間が経つと元に戻っちゃうということがあります。だいたいですね4時間ぐらい経つともう元の 1.4 まで上がったんだけども、元の 0.7 にまた戻ってしまいますよということになります。なのでこういったメカニズムをですねしっかり理解した上で飲み方を工夫する必要があるといったところですね。でじゃあどうやって飲んでいくかというところなんですけども、そのメカニズムを利用してですねビタミン C の血中濃度を上げる方法としてダイナミックフローというですね有名な飲み方なんですが、ダイナミックフローという方法があります。なので、そのダイナミックフローと呼ばれているビタミン C の飲み方っていうのはすごくおすすめなんですけれども、どうやって飲むかといったところなんですが、ダイナミックフローの飲み方はですね、このビタミン C サプリを 1000mg を
1時間に1回飲むという方法なんですよね。先ほど言ったように1回飲む量っていうのは 1000mg が一番いいので、それをですね、1時間ごとに飲むといったやり方です。で、それをやっていくとですね、先ほどもともと血中ビタミン C 濃度が0.7パーデシリットルだったのが、徐々に上がっていってですね、最初 1.4 ミリに上がって、でその後、1時間おきに 1000mg 摂取していくことによって、最大ですね、最大 3.9 ミリパーデシリットルまで、ビタミン C の濃度を上げることができるというふうに言われています。なのでその飲み方をすればそのビタミン C の効果っていうのを最大限に発揮することが引き出すことができるというわけなんですね。なので、そのダイナミックフローの飲み方をしていくのがおすすめなんですが、ただ永遠に1時間に1錠飲み続けるというのはちょっとしんどいので、その目的に合わせてですね、だいたいどれぐらい飲んだらいいのかというところを決めていくといいと思うんですけれども、例えばですね、毎日、とにかく健康とか美容とか、いろんな総合的な目的で毎日飲みますよっていう場合は、1日3回ぐらいとかでもいいと思うんですけども、もうちょっとですね、効果をより出したい、期待する効果をもうすぐに目に見えて確認したいみたいなそれぐらいの、気持ちがあるっていう方はですね、例えば美容効果、肌荒れとかですね、そういったところの改善とかを目的にされるということであれば、だいたいですね1日、起きている間にですね4時間から6時間ぐらい飲み続けるというのがおすすめです。4時間から6時間ぐらい、1時間に1回この1粒ですね飲むということになるので、だいたい1日 4000mg から 6000mg ぐらい摂取するということになりますので、そうです。特定の時間帯っていうのを決めて1時間に1粒ぐらいを飲んでいくというのを毎日続けていくと、しばらくしてからお肌とかに効果が、感じられるようになるんじゃないかなというふうに思います。で、さらにですね、もっとちょっと究極的にですね、究極的にというか局地的にビタミン C をいっぱい取った方がいい場合っていうのが、例えばですね、要は体調不良の時ですよね。風邪をひいちゃったとか、ちょっと熱がある、風邪をひいて熱が出てきたとか、もうインフルエンザかかっちゃいましたよとかですね、そういったウイルス感染とかをもうしちゃって症状が出始めた場合ですね、出始めている時、もちろん出きっちゃってからでもいいんですけれども、そういった場合は局地的に免疫を上げたいですよね。その入ってきたウイルスとかに対抗する自分のこの自然免疫を高めるっていう必要があるので、すぐにやっつけて追い出したいという状況の時ですよね。そういう場合はやっぱり局地的に免疫力を上げていくって必要があるので、そういう時はビタミン C を大量に飲むことがおすすめです。で、これ体調不良の時にビタミン C を大量に飲むといいですよっていうお話前回したんですけれども、それで大量に飲むのはもちろんいいんですけども、ただしやっぱり飲み方がですね、重要になってきて、先ほど言ったようにですね、ビタミン C っていうのはその吸収率が飲む量によって変わってきますね。この量、先ほどのこちらですね、こういうふうに変わってくるので、いっぱい風邪ひいて熱が出てきた、やばいって思ってる時にビタミン C いっぱい取った方がいいんですけども、一気に2粒3粒ですね、1000ミリとか2000ミリとか一気に飲んでもあんまり意味がないってことになっちゃうんですよね。1粒飲むのと3つ飲むのとではそこまで変わりませんよということになっちゃうので、そうするとちょっともったいないので、そうじゃなくて、大量に飲むんですけれども、やっぱり1時間おきに 1000mg ずつ飲むというのがおすすめです。なので風邪とかですね、インフルエンザとかなっちゃったよって免疫上げたいよっていう場合はですね、その1日に起きている間の
8時間から10時間ぐらいは飲み続けるということをしてもらいたいんですよね。でそうすると、1回に 1000mg を1時間おきに8時間から10時間飲むとすると、だいたい8000から1万 mg ぐらい飲むということになりますよね。はい、でそうしていくとですね、結構な確率って言ったらおかしいですけども、結構な割合で症状が改善していきます。もちろん風邪とかひいてもちゃんと家でですねおとなしく寝ていれば、いずれはもちろん症状って収まっていくんですよ。それは当たり前の話なんですけど、別に病院に行って変な薬飲んだりとかですね、変な注射打ったりとかしなくっても、人間は自然の、免疫、自然治癒力っていうのを持っていますので、ちゃんとですねそれが体内で正常に働いていけば、いずれは症状は治っていきます。なんだけれども、それをより早く、治していく、治癒していくための手助けとしてビタミン C がすごく役に立つということなんですよね。やっぱり今の飲み方を風邪ひいた時とかにしていただくと、かなりの割合で、症状が改善していくスピードがアップします。はい、なんでやっぱりビタミン C をですね、その具合悪い時に大量に取る、これ大量にサプリメントとかを取るのをメガドースっていうんですけども、メガドースするっていうのは非常にですねもう確実って言っても過言ではないほど効くといったところが、これ経験値からもですねありますので、本当にこれすごくですねおすすめです。今はなんか夏なんだけれども、いろんな風邪が流行っていたりとか、この後ですね秋になって冬になって寒くなってくると、よりいろんなウイルスとかですね、いろんな風邪とかが流行ってくると思いますので、そういった時のためにですね、ビタミン C を、毎日飲まなくてもいいんですけれども、常にですね常備しておくと安心かなと思います。ビタミン C プラス葛根湯とかが、あるといいんじゃないかなと、思います。でビタミン C っていうのは、非常にいろんな効能っていうのが、確認されていまして、まず一つ抗酸化作用がありますよね。なので、そのアンチエイジングとかにもちろんいいですし、あとは抗がん作用ということも言われています。なのでビタミン C のメガドースっていうのは、そのがんの予防とかですね、そういったことにも役に立つと言われていますし、動脈硬化を予防するということとか、とにかく美肌ですよね。これはもう本当に周知の事実なんですけれども、美肌に有効であるということが言われています。で、さらにはですねインフルエンザとかそういった風邪症状が出るようなウイルスが入ってきたとしても、その症状が出るのを防ぐ効果っていうのもありますね。ウイルスってその辺にいっぱいいろんなウイルスがいて、それが常に体内に入ってくるわけなんですけれども、防ぎようがないんですよね、よっぽど。でいろんなウイルスが入ってきた時に、それを、症状が出る前に撃退するってことももちろんできるわけなんですよ。でも大体の健康な人っていうのはそれができているので、そんなにしょっちゅう風邪ひいたりとか、しないですし、もし万が一ですねそのウイルスにちょっと負けてしまって、何かしら咳とか鼻水とか熱とかそういう症状が出たとしても、しっかりですね免疫力がある方は、すぐに治ったりとか軽症で済んだりとかするわけなんですけれども、ただやっぱり自分のこのお年寄りであったりとか持病で、がちょっと重症な重病があるとかですね、そういった方はやっぱりそういうウイルスが入ってきた時に自分の免疫力で対抗しきれずにちょっと重症化してしまうとか、そういったことも、ありますので、常にですねこういったビタミン C 濃度、それ以外ももちろんいろいろあるんですが、ビタミン C の血中濃度を上げて免疫力を上げていくということが、大事なんですよね。ビタミン、C を取っていることによって、インフルエンザとかのウイルスが入ってきても発症を予防するという効果もありますと。あとはアレルギー疾患、花粉症とかですね、そういったものにもいいというふうに、言われていて、とにかくですね様々な効果があるということが分かっています。はい。
でそういったいろんないい効果があるんですけれども、実はですねそのビタミン C の、摂取推奨量っていうのがありまして、いろんな栄養素があるんですが、そのいろんな栄養素各栄養素の、摂取推奨量とか、摂取上限量とか、そういったものが一応国が決めている基準っていうのがあるんですね。でそれでビタミン C の、推奨量っていうのが、1日だいたい 100mg というふうに言われているんですよね。で 100mg、取ってればいいですよみたいな話なんですけれども、実際ですね、じゃあ日本人ってビタミン C どれぐらい取っているかっていうと、しっかりですね 100mg ぐらい平均みんな取っているというデータが出てるんですよね。なのでその国が言っているビタミン C の必要量っていうのは大体みんな満たしてますよという状況なんですけれども、ただですね実際100ミリで足りるのか事足りるのかって言ったら、実は全然足りないわけなんですよね。さっき言ったような抗がん作用だったりとか、アンチエイジング効果、美肌効果とか、あと免疫力アップとか、動脈硬化の予防なんかですね、そういったことを、期待していく場合、1日100ミリでは到底足りないということがあります。そういった抗酸化作用ですね、いわゆる大まかに言うと抗酸化作用っていうのを発揮させるためにはですね、やっぱり足りないので、もっと取っていく必要があるということが言えます。でそういった抗酸化作用をですね発揮させるためにはだいたいどれぐらい取るのが理想的なのかっていうとですね、やっぱり人にもよるんですけども、だいたい1日 1000mg から 5000mg ぐらい取るといいというふうに言われています。1000mg から 5000mg っていうと、これで言うと1カプセルから5カプセルぐらい1日取るといいですよということなんですけども、それってその国がこれぐらい取るといいよって言ってる 100mg からすると、約10倍から50倍ということになりますよね。なので、そういった形でですね、それをじゃあ食べ物から全部取れるかって言ったらそれはなかなか難しいということになりますので、やっぱりですね普段の食事からビタミン C を積極的に取っていくっていうのももちろん重要なんですけども、それ大前提なんだけども、それじゃあ全然足りない。なのでやっぱりこういったサプリメントを利用していくというのがおすすめですね。やっぱりサプリメントって何から何まで全部いっぱい取ればいいっていうわけではないので、これだけは絶対足りないからっていうやつだけをサプリで取るというのが個人的にはおすすめなんですけれども、ビタミン C はですねやっぱりとにかく一番最初に言ったように吸収率いいんだけれどもどんどん出ていっちゃうんですよね。なので1日1回、例えば1日1回朝、いっぱいお野菜食べていっぱい果物を食べてっていう風にしてもですね、その時は満たされるんだけれども、だんだん時間経って、じゃあ昼も夜もビタミンあんまり取りません、ビタミン C は朝だけしか取りませんっていうことになると結局足りないということに陥ってしまうので、一時に大量に取ってもダメだし、小分けにして取っていかなければいけないし、あとは食事で取るには限界があると、それぐらいの量が実は必要なんですよというところなんですよね。なので、サプリがおすすめです。で、水溶性の、ビタミンなので取りすぎてもほとんど副作用があることはないので、そこは安心して大量に取っていただいてもいいんじゃないかなと思います。ごく稀にですね、特に男性の方はですね、あんまり取りすぎるとサプリメントでですね取りすぎると尿路結石を誘発するっていう、ことも言われているので、その点だけちょっと注意が必要なんですけれども、よっぽどの場合は大丈夫ですといったところになります。でやっぱりですね今ウイルスがいろいろ流行っているということなので、ウイルス対策ですねには今言ったこのビタミン C がまずおすすめだというところと、でそれ以外にもちょっとウイルス感染しちゃったよとかいう場合とか、予防したいよっていう場合とかはこのビタミン C にプ
プラスしてちょっと他の栄養素っていうのも気にかけていただきたいんですね。それが何かっていうと、一つがビタミン D ですね。ビタミン D、そして亜鉛です。亜鉛ミネラルですね、亜鉛とマグネシウムですね、そしてあとはビタミン B 群もおすすめです。なのでビタミンとしてはビタミン C とビタミン B 群 B1、B2、B12 とかですね、そういったものと、あとはビタミン D です。ビタミン D は日光浴とかすると体内で合成できたりするので、なるべく日光浴とかするのおすすめですね。でそれプラス、ミネラルである亜鉛とマグネシウムですね。マグネシウムに関しては、動画、以前ですね2つぐらい出してますので、そちらをちょっと参照いただきたいんですけれども、マグネシウムも本当に重要です。しかも足りてないので、いろんなところからも積極的に取っていく必要がありますといったところですね。なので、ウイルス対策、風邪をひいちゃった引きかけですよっていう時にはですね、まずはこのビタミン C のメガドースっていうのがおすすめですね。ダイナミックフローというやり方で飲んでいくのが、おすすめです。一気に大量に飲むんじゃなくて、1時間おきに1000ミリ飲んでいくということですね。であとは亜鉛とかを飲んでいく、亜鉛もですねいろんな食べ物から取れるんですけれども、ちょっとたくさん取ろうとするとちょっと厳しいなっていうところがあるので、亜鉛もですね、サプリを使ってもいいんじゃないかなというふうに思います。普通にですねいろんな効果があるんですけれども、亜鉛が特にですね重要だっていうのは精神面にも重要になってくるんですよね。結構体調が悪かったりすると人間って不安になりがちなんですよね。普段は何ともないと思っているようなことでも、自分の体調が悪いと何かしらちょっと不安になってしまうとか、そういったことがあると思うんですが、そういう場合亜鉛が足りてないってことがあるんですよね。なので、そういった不安を解消するという、精神面の問題のためにも亜鉛っていうのは必要になってきます。はい。ですね。で、あとはビタミン D もですね、これもすごい重要なので、サプリ使ってもいいんですけども、やっぱりビタミン D はお天気がいい場合は、やっぱり日光を浴びてですね、そこで合成していくっていうのがすごく、いいですので、太陽に当たる。少し1日に数分でもいいので、顔とかはですね、やっぱりちょっと特に女性とかはシミになっちゃったりとか、そういうことが気になると思うので、手とかでもいいんですよ。この手のひらとかね、こういう内側とかあまり気にならなそうな、ちょっと手も気になるか、この腕の上の方とかですね、お腹の辺とか、ちょっとお腹外で出すの難しいかもしれないんですけど、そういった目立たない部分を太陽に10分ぐらい当ててみるとかですね、そういうことをするだけで随分違ってきますので、そのあたりもおすすめですね。はい。なので、そういった形でですね、ちょっと今日はビタミンの話をしていきましたけど、目的別にですね、毎日もちろん飲んでもいいですし、美容に効果を発揮したいっていう場合は、1日3000ミリから5000ミリぐらいとかでですね、取るようにして、ちょっと風邪ひいちゃったとかウイルス感染しちゃったよとかいう場合、免疫力を局地的に上げたいよっていう場合はもう1時間に 1000mg ずつを1日10時間ぐらい飲み続けるということをしていただくといいかなというふうに思います。はい、ということで今日はビタミン C の飲み方についてお話をしてきました。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。